税金投入額ランキング1社1プロジェクトあたり、これまでに日本で税金公的資金や補助金が投入された主な事例を累計額が大きい順にランキング形式で並べました。過去の危機を救った救済と未来を作るための投資が入り混じるカウントダウンです。第10位記憶シア WD 四日市北上工場920億円。スマホの保存メモリなどで使われる NAND 型フラッシュメモリの生産体制を強化するため、経済産業省が決定した補助金です。米ウエスタンデジタル WD との共同投資に対して日本の製造拠点維持を目的として投じられました。第9位銀行約1350億。2003年の経営破綻時、地方銀行として初めて一時国有化されました。それまでに注入されていた300億円に加え、資本注入や債券買取などを含めると公的支援の総額はさらに膨らみました。地方経済への影響を最小限にするための巨額投入でした。第8位 LP ダメモリ約1600億円支援枠。2009年改正産業活力再生法の第1号として日本政策投資銀行などを通じて公的資金が投じられました。しかし円高や価格競争に勝てず2012年に破綻。最終的に国民負担損失が発生した苦い教訓として語られる事例です。第7位ルネサスエレクトロニクス約1500億円。2012年東日本大震災の被害や経営不振により官民ファンドの産業革新機構現在の JIC が1500億円を出資して実質国有化しました。現在は経営再建を果たし政府の保有株も売却され成功した支援例の一つとされています。第6位マイクロンテクノロジー広島工場約1920億円。米大手半導体マイクロンの広島拠点に対し次世代メモリの量産支援として決定された補助金です。当初は約465億円でしたが、経済安全保障の観点から最先端技術を日本でという方針により、1920億円まで大幅に拡充されました。第5位、日本航空 JAL 約3500億円。2010年の経営破綻時に公的機関から直接注入された出資額です。これとは別に約5200億円の債権放棄も行われましたが、直接的な税金による資本注入としてはこの金額になります。第4位 TSMC 熊本工場への補助金約1兆2000億円。世界最大の半導体メーカーを日本へ誘致するため、第1工場と第2工場の建設支援として決定された補助金の総額です。民間1社への補助金としては、日本の産業市場でも過去最大級の規模です。第3位、東京電力約1兆円。増資本2011年の原発事故後、倒産を回避し、賠償を継続させるため、国が原子力損害賠償廃炉等支援機構を通じて1兆円の資本を注入し、実質国有化しました。なお、賠償のための貸付交付金を含めると10兆円を超えますが、出資としての計上はこの額になります。第2位、ラピダスラピドス約1兆8000億円。現時点、次世代半導体の国産化を目指す国策会社への支援金です。当初の数千億円から追加支援が次々と決定し、現時点での累計支援額は 1.8 兆円規模にまで膨れ上がっています。第1位りそな銀行約3兆1000億円。2003年の金融危機の際、連鎖倒産を防ぐために投じられた日本で過去最大の公的資金注入額です。巨額の税金が投入されましたが、2015年に利息分を含めて全額が国に完済されています。過去の銀行救済りそなが以前として1位ですが、近年の半導体ラピダス TSMC への投入額がそれに迫る勢いで急増しているのが現状です。動いた額で言えば東京電力が10兆円でダントツです。税金の使い道として立とうと思いますか？それとも偏った優遇でしょうか？ぜひご意見をお聞かせください。からくり。さて、日本航空にしても、りそなにしても、超単位の借金を返せるなら、そもそも破綻しなきゃいいじゃないか、と感じませんか？これは当然の疑問です。実はというか、もちろんというか、からくりはあります。彼らが復活して返済できたのは、過去の負債を魔法のように消し去ってもらい、筋肉質な体に作り変えたからです。なぜそんなことが可能なのか、3つのポイントで解説します。1、過去の借金を一度チャラにしている。経営破綻すると、多くの場合裁判所や国が介入します。そこで行われるのが、債権放棄借金のカットです。日本航空の場合、約5200億円もの借金を銀行などに返せないので諦めてくださいと切り捨てました。りそなの場合、資本注入によって実質国有化し、古い経営陣を追い出し、国が株主として強力に主導権を握りました。つまり、破綻前の重すぎる荷物を一度全部下ろさせてもらった状態でリスタートしたからこそ、その後の利益を返済、または配当や株価上昇に回せたのです。2、不採算部門の徹底的なリストラ。破綻するまでは、メンツや労働組合との兼ね合いで切れなかった赤字事業を破綻を機に一気に切り捨てました。JAL 採算の合わない地方路線を廃止し、燃費の悪いジャンボ機を売却。さらに数万人規模の人員削減を行いました。りそなフォーマン経営を改め、融資の審査を厳格化。銀行員を高級取りの特権階級からサービス業へと意識改革させました。3、公的資金は借金ではなく投資に近い。ここが重要なのですが、国は多くの場合お金を貸すのではなく株を買う出資という形を取ります。国側の戦略経営がボロボロで株価がどん底の時に株を買います。
利益の出し方企業が立ち直って株価が上がった時にその株を市場に売却します。りそな銀行の場合、国は注入した 3.1 兆円に対し、最終的に約 3.5 兆円を回収しました。約4000億円のプラス。つまり、国からすれば救済しつつ、しっかり儲けたわけです。まとめなぜ破綻したのか？彼らが稼げなかったわけではなく、稼ぐ力以上に無駄なコストと過去の負債が膨らみすぎて、自力では身動きが取れなくなった窒息状態のが破綻の真相です。税金投入はいわば人工呼吸器をつけて位置取りセットボタンを押し、無理やり健康体に改造するための劇薬だったと言えます。ちなみに、日本航空の復活があまりに鮮やかで儲かりすぎたため、ライバルの全日空からは税金でズリー不公平だと猛烈な批判が出ました。いかがでしたか？この情報が役に立ったらいいねとチャンネル登録お願いします。